緊急速報。原点によれば、果樹園にて髪型を変更した女性から果実を譲渡された少年が相手の頭髪へゼロ距離で呼気を吹きかけ、反復的な歩行によって地面に細道を形成させた事案が発生した模様です。皆さんこんにちは。国語対話の時間です。司会の MC です。本日は島崎藤村の初恋。まずは私のイメージイラストから。美しいリンゴ畑で微笑む少女。そこへエモさを際立たせるため真っ赤なクレヨンでぐちゃぐちゃに塗りつぶし、渦巻く怨念のような太い黒線を出しました。どうです？この圧倒的に尊い運命の演出。富豪、解説の猫です。 MC 氏、これは界隈がざわつきますよ。実に見事な伏線ですな。その狂気的な赤色は原点の記述によれば、果実をもらっただけで相手を脳内に監禁する一方的で執念深い自意識の肥大化を予言していますぞ。要するにピュアな両思いのハッピーエンドってことじゃないんですか？学術的にはそうですが、解釈違いですな。原点を紐解きますと、同じ場所を何度も反復歩行して物理的に地面をえぐり細道を作ってしまうという粘着質な。はいはい、時間切れ。ニコさん理屈っぽくてお茶の間が冷えるやんか。さっさと本編行くで。さあ、ここからは真相究明のコーナーです。要するにリンゴ畑で幼なじみの女の子からリンゴをもらって初恋に目覚める甘酸っぱい青春のお話ですよね。富豪、 MC 氏、認識が甘すぎますぞ。原点が発表された明治時代において、この詩は当時の思春期中学生たちに恋愛の自由という強烈な概念を突きつけた、いわば文部科学省公認の公開処刑装置だったのですな。そうだったんですか？ただのロマンチックな詩じゃなかったんですね。原点の記述によれば、少女は前髪を上げ鼻くじを装着して登場します。これは現代アートで言えば自らの成熟を視覚的に宣言するコンセプチュアルなゲリラ展示ですぞ。なるほど。少年というキュレーターの脳内美術館に突然大人の女という概念を叩きつけた極めてバンクシー的なテロ行為と言えますな。つまりずっと妹分だと思ってた幼なじみが突然大人びたドレスアップで現れてヒロイン確定演出が入ったってことですか？もうその王道な運命の再発見、尊い。しかしその直後の少年の内面処理は完全にバグっていますぞ。原点を紐解きますと、たった1個のリンゴを受け取っただけで初恋という巨大な感情のトラフィックを発生させています。恋に落ちる瞬間なんてそんなものじゃないですか。これを筋トレに例えるなら、たった1回の腕立て伏せで全身の筋肉がオーバーワークを起こし、カタボリック状態に陥っているようなものです。彼は脳内で勝手にチートデーを設定しているのですな。ちょっと待って、たった1回の接触でオーバーワークっておかしくないですか？科学的にありえるんですか？その好感度の上昇率は。ありえません。現実の対話をサボりながら妄想という名のステロイド疑惑すら浮上する異常な筋肥大を起こしているのです。要するに極めて効率の悪い一人相撲ですな。ただの思春期の暴走やないかい。でも昔はそうやって脳内で泥臭く感情を育てるしかなかったんですよ。さらに原点の記述を追いますと、少年のため息が少女の髪にかかる超至近距離への接近が確認されます。これは現代の交通ルールに照らし合わせればパーソナルスペースへの煽り運転であり、完全に一時停止無視の危険行為ですぞ。猫さん、それは2人だけの秘密の契約みたいな甘美なシチュエーションじゃないですか。スマホもない時代ならではの距離感ですよ。学術的にはそうですが解釈違いですな。現代の最新テクノロジーを使えばマッチングアプリやメッセージ機能で3秒で済む意思疎通です。現代ならスタンプ1つで終わりますけど、それをわざわざ寒空の下で吐息の接触という物理的リスクを冒して行っているのです。タイパ最悪の当たり屋行為であり、側面テレベルの無駄な工数ですが、ただの不器用な恋心やろがい。恋の駆け引きに六法伝書がいるんか。そして原点の終盤、2人は同じ木の下を反復歩行し、地面に細道を形成します。これは音楽ライブにおける最前列のモッシュと同じですな。それで2人の感情のアンコール強要が農地の土壌というインフラを物理的に破壊し、偽材トラブルを引き起こしているわけです。スペック的に完全に土壌の DPS がついていません。要するに2人でイチャイチャ歩き回ってただけですよね。ロマンスの皮をかぶってはいますが、実態はただ他人の農地を荒らしているだけの代部禁止違反客に過ぎないのですぞ。最終的にこの恋心は処理しきれない曰くつきの特級呪物のと話しているのです。ちょっと待たんかい。 MC 自身もさっきまでときめいとったけどな。これ冷静に考えたら完全にただの農場荒らしと商品価値基礎案件やないの。MC 氏、突然どうされましたかな？どうもこうもあらへんわ。リンゴの木の下で同じところうろうろ歩き回って土踏み固めて道作ってもうとるやないか。果樹園の土ちゅうのはな、根が呼吸できるようにふかふかにしとかなあかんねん。落ち着いてくだされ。まるで一人かくれんぼのホラー展開のように切れ散らかして。ロマンで飯が食えるか。寒空の下で薄着でイチャイチャして風邪ひいたら医療費の無駄やろがい。もらったリンゴもベタベタ触って鮮度を落として、ほんま現実見ーボケアホか。
完全に生活指導の王冠ですぞ。この恐怖のお持ち帰り体験、私の脳内サーバーがクラッシュしそうです。ほんま次年度の収穫量減ったら誰が責任取んねん。失礼いたしました。次は禁断のバックルームへ参ります。さて、ここからはバックルームのコーナーです。今回は作品の裏側に潜むどんな深い闇を覗き見るんですか？うごー、今回は現代の匿名掲示板空間に原点の少年少女の行動を放り込んだシミュレーション結果を開示しますぞ。明治の純文学を現代のタイパ至上主義で解剖すれば界隈がざわつくのは必然ですな。匿名掲示板って要するにネット民の容赦ないツッコミの総意ってことですよね。なんだか嫌な予感しかしません。原点の記述によれば少年はリンゴ1個を受け取っただけで限界化しため息の呼気を少女の髪に当てるという物理的接触を図っています。ネット民からは完全にため息ハラスメントであり、セキュリティがガバガバな童貞ムーブと嘲笑されていますな。ため息ハラスメントやないかい。でも確かに現代の基準だと SNS でサクッと連絡先を交換しない時点でタイパ悪すぎますよね。その通りです。現代のスマートデバイスやドローンの空撮アルゴリズムから見れば延々と歩き回って細道を作るなどただの位置情報バグによる無駄な徘徊ですな。ほうほう、それで？さらに少女側も自分が一緒に踏み固めた道だと自明の理であるにもかかわらずわざわざ音声で確認して承認欲求を満たそうとしています。要するに極めて効率の悪い暇人の泥遊びですぞ。早い話がただの不審者やろ。町内会のパトロールか。でもそんな純粋な青春のワンシーンを冷笑するなんて現代人は心が荒んでるんですよ。他人の恋路を邪魔するやつは馬に蹴られてしまえばいいんです。しかし MC 氏、我々も彼らを笑えませんぞ。現代人の霊障主義の裏には過去に連成した同質の黒歴史が隠されているのですな。これは世界観を揺るがす事態ですぞ。どういうことですか？私そんなポエムみたいな痛い青春なんて送ってませんよ。ほう。では2010年代中盤に稼働していた某プロフィールサイトのキャッシュデータを復元してみましょう。前略狂った世界に舞い降りた打天使よりというヘッダー画像、見覚えはありませんかな？ちょっと待って、そのデータが残っている科学的根拠は？じゃなくてなんでそのサイトの存在を知ってるんですか？消去ツールを使って完全に葬り去ったはずなのに。デジタル空間のログは永久に消えませんぞ。さらに原点の少年を痛いと笑う資格がない証拠に、あなたの過去のブログには私のリンゴはいつ赤く染まるのという自己陶酔率 200% の暗号化されたポエムが刻印されていますな。それが何か知らんがな。誰かが勝手に書いたハッキング被害じゃないんですか？私は被害者です。往生際が悪いですな。さらに放課後の図書室で彼と視線が交差するたびに心のサーバーがダウンするという痛々しい記述や謎の顔文字を多用した自己紹介も確認しました。極めつけは自らを氷の微笑みを持つ打天使と名乗っています。それって完全に中二病こじらせてるってことや。ってアホか。やめてください。黒歴史の過剰摂取で五臓六腑がねじ切れそうです。しかも更新時間は毎晩深夜の3時。要するにただの自意識過剰な寝不足ですな。なんで私の昔の裏垢と前歴プロフィール知ってんねん。誰にも言わんと墓まで持っていく気やったのに。MC 氏の精神的ファイヤーウォールが崩壊し、お茶の間への擬態が完全に剥がれ落ちましたぞ。当時の私はな、ちょっと難しい言葉並べて病んでるアピールしたら大人になれる気でおったんや。通信費の無駄遣いしてガラケーで夜な夜なポエム更新して次の日の授業で爆睡して、ほんま健康に悪いやろがい。親にどんだけ怒られたと思っとんねん。落ち着いてくだされ。過去の己への対する強烈な自己批判が凄まじい物理的暴力となって空間を歪めていますぞ。ロマンで飯が食えるか？深夜のテンションで書いたポエムなんてな、冷静な朝の光の下で見たらただの言語のゴミや。あの頃のパケ代と私の失われた尊厳、今すぐ全額耳を揃えて現金で返してほしいわ。ほんまに恥ずかしすぎて全細胞が悲鳴上げとる。他者の青春を冷笑する我々自身が最も痛々しいデジタルタトゥーを刻んだ存在なのです。この番組のアーカイブとともに永遠にデジタルスラムで自分の豪華に焼かれるが良いですぞ。にゃーん。